命が終わる。私には見える。私はもうじき私の壮烈を見る。私の命は奪われる。私の肉体は壊される。なんで私が？どうして？助けて。私の命は今終わろうとしている。目を開けたら、ほの明るい天井が見えた。新型インフルエンザによる死者は、県内初となり、国内では1日あたり過去最高の人数になりました。続いて、交通情報です。目覚ましにかけているラジオから、時事ニュースが聞こえてきた。朝。時計を見たら午前6時だった。パジャマがベタベタしている。額に汗が滲んでいる。また、あの夢だ。もう何度も見ている。また来たか。私は目を閉じて枕に頭を預けた。世の中の人はほとんど強い感情には蓋をしてしまう。その人の中に溜め込まれたものは見えない配管を伝って共有の地下水脈みたいなものに溜まっていく。そういう地下水脈の夢を私は見てしまう。今度の夢は何なんだろうか。仕方ないので上司にしばらく休む旨を伝えた。夢解きを始めるのだ。夢を読み解く間は仕事を一切しない。そして必ず相棒を持つ。私は温室と呼んでいるベランダの窓辺に行き、一つ一つ植物に触れてみた。サンスベリアのとんがった葉先に触れた。これだな。植物はいい。水みたいな透明さがあって、何か超越的なところでつながっていそうな感じがする。よろしく頼んだ。サンスベリアはきっと夢解きで消耗する精神エネルギーをうまく分散してくれるだろう。幾夜かが過ぎた。だんだんと夢が輪郭を持ち始めた。今度の夢の主は乳白色の半透明な竜だった。竜は語った。世の中にはいろんな竜がいる。私は無言で続きを促した。
時代というのは人の気分の流れでもある。今年になって時代が変わった。人の気分も変わった。どうして？常は動かざる山のごとき地下水脈も動き出す。時が来た。音なき地響きとともに。こちらの疑問はまるで無視して乳白色の竜は続けた。大いなる存在というのは、どこかつっけんどんというか、一方通行でめんどくさい。彼らはいつも言葉少なに語る。多分、彼らの話す言葉で、かつ人間が聞ける領域みたいなものがあるんだと思う。その幅が狭いからそうなるんだろうけど、正直なところ、ちょっと不快だ。人の意識を集めるために、一つの形を作った。それが、我なり。我は、かような事情に由来する竜である。プシュッと竜は消え、私は目を覚ました。それだけかよ。この作業、ありすぎる行間を読み解かないといけないのだ。顔を洗ってコーヒーを入れると、出窓に置いたサンスベリアのところに行った。夢の主が見えたよ。夢の読み解きをレポートしていく。乳白色の竜だった。でも、あれは別な本体の化身だ。本体は何なんだろう。夢で見たものをつらつら語るうちに、解読への糸口が見えてゆく。この聞き役、だから犬とか猫じゃダメなのだ。そんなことしたら、彼らの寿命が縮んでしまう。見えないつながりに守られている植物の方が、精神の消耗に耐えてくれる。本体はまだ見えないな。多分、もう数日したら見えると思う。また、報告する。夢を読み解きながら、並行して進めることがある。自分が果たすべきことを見つける作業だ。ふと服を見に行きたくなったので、ふらっと百貨店に行ってみた。新型インフルエンザのせいで百貨店は閑散としていた。空いてるし、他の売り場でも見てみるか。いつも見ないフロアをふらふら見ていたら、おもちゃ売り場に着いた。機関車が誰にも邪魔されずにくるくる回っているのが見えた。何かあるかもしれん。店内をざっと見回して、小さなウサギのぬいぐるみを買った。
一連のプロセスは方向性が合っていれば何も起こらない。間違った方に解釈するとサインが投げられる。私の場合は木の枝が落っこちてきたり、急にパソコンが落ちたり、落っこちる系で来ることが多い。前に一度仕事の重要なデータがすべて吹っ飛んだことがあって、半泣きになったことがあった。だから夢を読み解く期間、仕事をするのはやめたのだ。ここ5年くらい会社員をしているけれど、急にパタッと休み続けても、あまり何も言われずにお勤めできている。今も昔も夢解きのせいで嫌な目にあったり、お金に困ったりしないで来られているので、その辺は保証してくれているのかもしれない。幾夜かがまた過ぎた。今日の夢にはうさぎも一緒に来た。やっぱりそうだったか、と思いながら乳白色の竜に差し出した。必要なものだと思うので、持ってきた。乳白色の竜が一瞬揺らいだ。白いタンクトップに迷彩柄のパンツ、短めのおかっぱ頭のムキムキな姿の男。軍人か戦いを背負った男のようだ。ご本体ですか？うん。男は振り上げた拳を下ろすような勢いで手を伸ばした。うさぎ。どうぞ。うさぎをひったくると、おかっぱはそれを小脇に抱えた。なんだか様子がおかしい。おかっぱの顔は青く、緊張のみなぎる顔をしている。よく見ると、両腕を抱え、小刻みに震えている。どうしたの？祈ってる。祈る？どう見ても祈っているように見えない。どちらかというと、怯えているという雰囲気に見える。怖い。え？聞き取れないくらいぼそっと男は言った。男は目を伏せた。怖いんだ。え？怖い？思わず驚きを口にしたら、男は恥じ入るように身をかがめた。男の姿がぼやけ始め、乳白色の竜が再び重なって、男は消えた。夢も覚めた。顔を洗い、コーヒーを入れ、サンスベリアのところに行った。佳境に入ってきた。本体が現れたよ。サンスベリアの葉先を指でツンツン触りながら夢を思い出した。格闘ゲームに出てきそうな男がうさぎ持って泣き出した。怖いって言って。時代の流れというのはたくさんの人の気分の集合体だ。たくさんの人がそっちに行こうって合意しているもの。それが何を示しているのかを私が読み解けたら、地下水脈があるべき方に流れることを助けることができるだろう。
戦争が怖いのかな。どう考えても、おかっぱ頭の軍人がウサギ抱えてることの方が怖いんだけどさ。あの軍人は一体何を望んでいるんだろう。昔聞いた戦争が起こると自殺する人が減るという話があって、すごく怖い話だけれど、戦争が起こることで何かが抜けていっているのかもしれない。例えば、生きることへの不安や不満みたいなものとかが。多分、戦争の時って地下水脈からも何かが抜けていってるんだよ。そうやって何らかのバランスを取ろうとしているんだ。戦争なんかしなくても不安から自由になりたいなら、他人よりも素晴らしくあろうとすることをやめればいい。ただ素晴らしいと気づいて、そんな自分であればいい。本当は自分であるだけでバランスは取れるはずなんだ。それが難しいのだけど。他の人よりも素晴らしくあろうとすることと、ただ素晴らしくあるっていうことは全く違うことだ。だから素晴らしくある存在であり続けたいけれど、残念ながらそれはできない。刻々と心の状況は変化していくし、人間である限り、光も闇も持ち合わせてしまうものだから。そういうどうしようもない性質があるから、私たちはひどいことをし続けてしまう。ひどいことをし続けながら、最低な存在でありながら、それでも愛を探ってゆく。愛を望み、愛を求め、愛であろうとする心も、人はみんなきっと共通で持っている。過ぎ去るのは花だけなのであって、根は同じものなはずだ。だとすれば、今回のそれは一体何なんだろう。サンスベリアの葉先に触れていたら、情報が来た。恐れを受け入れる？植物はすごい。こうしてたまに必要な情報までも提供してくれる。男に共感してあげようってことなのか。うん、やってみよう。今夜は乳白色の竜ではなく、本体そのものが待っていた。うさぎを抱きしめていて、もうすでに涙と鼻水でぐちゃぐちゃになっている。男は私を見ると、咳を切ったように顔を歪めて泣き出した。怖い。怖いよ。怖いよ。怖いよ。そうか。怖いんだね。男はぐちゃぐちゃな顔のままうなずいた。これは、男からアイスピックで刺すような鋭い痛みと、膨大な量の恐れが届いた。きついな、これ。怖い。怖いね。ただ怖いって気持ちをそのままにしてあげる。そのまんま受け取ってあげる。それだけで随分と
救われるもの。それが深いところにあるものなら、なおさらのこと。安全な場を手に入れ、腹の底から男は泣き続ける。泣き続ける男の姿が、だんだんと変わってゆく。屈強な肉体が縮んでゆき、おかっぱ頭が大きくなってゆく。あなたが本当の本体なんだね。ついに現れた泣き晴らしたおかっぱ頭の小さな女の子がうなずいた。怖かったよ。女の子は再び泣き出した。それは恐れの涙ではなく、迷子の子供が母を見つけた時のような溢れる安堵の涙だった。真の祈りにたどり着いたんだね。女の子は微笑み、その場がふわっと柔らかなピンク色に変わった。私の夢は覚めた。翌日、うさぎのぬいぐるみを人形供養のお寺に送った。今回はこれで完了だな。今日はコーヒーではなく、ミネラルウォーター2本を持って、サンスベリアのところに行く。乾杯。サンスベリアにお礼を言い、ちょっと高めの良いミネラルウォーターを注いだ。サンスベリアはつやつやと葉を潤わせた。一仕事終えた自分を誇らしく思っているかのようだった。